こんにちは。今日は普段使いにぴったりな少し大きめのバッグを作っていきます。素材は綿 100%、とても可愛い文様編みで編んでいくので、よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのリサイクルコットン。色はホワイト。40g で40メートル。使用かぎ針の目安は8号。この糸は少し硬くてガサガサとしています。太さは 2.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。針は8号。あとはマーカーととじ針を使います。鎖編みをしていきます。鎖の数は私は38。サイズの変更をする場合や、あと違う糸で編む場合には38から6の倍数で増減します。例えば26、32、38、44とかお好みのサイズにしていきます。私は5週か6週ぐらい編んでいこうかと思っています。編みながら好きなサイズにしていきます。今回の鎖の数では何週編んでも大丈夫です。これもお好みのサイズにしていきます。ちょっと編みながら考えていきます。鎖を編んでいきます。この鎖編みは少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。ただ私はここでは見やすいように小さく編んでいきます。で、鎖を編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んだら、この周りを細編みで一周します。楕円形にしたいので、この両端に細編みを3つ、こっちにも3つ、こっちで見るとこれがこの部分、これがこの部分、ここに細編み3つ、こっちにも3つで、ここからスタートします。まず細編みを2つ編んで、ぐるっと編んで、最後にもう1つ、全部で3つにします。この端の鎖に細編みを2つ、細編みをするので鎖をもう1つ、1つも取って2つ目に細編みで、この時裏返してこの糸が盛り上がっているところに細編みをしていきます。針から1、2、2つ目に細編み、この裏に針を入れて細編みをする方が、そこがきれいに出来上がります。これが1つ目。後で見分けやすいようにマーカーをつけておきます。同じところにもう1つ、これで1つに2つ、次からは1つずつ、1つずつ編んでまっすぐ編んでいきます。こっちで見るとこの部分、隣、
で、ここはこれから編んでいくまっすぐの始まり。ここに始まりということでマーカーをつけておきます。まっすぐの始まりで、次も一つまっすぐ編んでいきます。これで端から端の手前、ここはまっすぐの終わり、マーカーをつけておきます。次は半円、ここに細編みを3つ。まず1つ目、これが1つ目。次は2つ目。2つ目を編むときにこの糸端を向こうに寄せます。長い糸の下を通って向こう側で、この状態で2つ目の細編み、次は3つ目。3つ目を編むときにはこの糸端を今度は手前に寄せます。こうするとこの端の鎖の穴が目立ちにくくなるのと、あと糸端の処理が簡単になります。あと結び目が横に倒れたのでここが盛り上がりにくくなります。次からはまっすぐ一つずつ編んでいきます。まず3つ入れた隣、これはまっすぐの始まり。次も一つ、この糸端は編みくるんでいきます。で、これが端の手前。端の手前にもまっすぐの細編み。で、これがまっすぐの部分の終わり。マーカーをつけておきます。最後はこの一つ目の細編みの入っているところ、この細編みを編むときに針を入れたところ、ここに最後の細編み、これでこの最後の鎖に細編みが3つ、こっちも3つ、これで細長い楕円形ができました。最初の細編みに引き抜きます。で、1周目が終わります。この時、今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。これが最後の細編み。これは引き抜いた糸で細編みではありません。ここが最後の細編み。ここは引き抜いた糸。ちょっと戻って見てみると、
これが最後の細編み。これが引き抜いた糸、細編みではないので、後で見分けやすいように引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は2周目。2周目はこの3つそれぞれに細編みを2つ。まずここに2つ、次も2つ、こっちも2つ、ぐるっと回って最後も2つで、細編みを3個3個と3個増やしていきます。でまずここ鎖1つ、鎖の根元、鎖の根元はここに細編みを2つ、これが1つ目。同じところにもう1つ、これで1つの細編みに細編みが2つ、次も2つ、1、2、次からはまっすぐ、まっすぐの始まり、ここがまっすぐの終わり。で次からは2つずつ、まずここ1、2、次も1、次も1、2、次からは1つずつ、これがまっすぐの始まり。これがまっすぐの終わり。で次はこれが最後の細編み。これは引き抜いた糸で細編みではないので数には数えません。ここが最後の細編み。最後の細編みにも細編みを2つ、1、2、これで最後の細編みにも2つ、最初の細編みに引き抜きます。
これで2周目。今引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。次は3周目で、これから編んでいく楕円形は2つだけルールがあります。まず1つ目はこの部分、この半円に毎週細編みを3つ増やします。まず最初に鎖1つに細編み3つ、次に細編み6個、次は9個、次は12、15、18、3つずつ増やしていきます。で、ここはまっすぐ、こっちも3つずつ増やしていきます。で、もう一つのルールは、今ここに引き抜いた糸にマーカーをつけてきました。ここを境にして、こっち側では細編み2つ、3つ増やすうちの2つ増やして、こっちでは細編み1つ増やします。3つ増やすうちの1つ、1つと2つ、このバランスで増やします。で、その数がここで2つ増やせれば、どんな順番でも大丈夫です。1、2でも2、1でも、見た目がだいたい整っていれば大丈夫です。この側面を編んでいくと、多少ちょっとデコボコしていても目立たないので、気楽に見た目で判断して大体で増やしていっても大丈夫です。ともかく毎週3つずつ増やしていけば楕円が出来上がります。そんな感じで編んでいくと、数をあまり数えなくていいので簡単だと思います。次は3周目、また3つ増やします。こちら側では2つ、こっちでは3つ、最後にこの部分で1つ。増やし方の順番は大体で大丈夫です。こっちで見ると、まずここ、今2つですが1つ増やすので3つにします。まずここを1つ、ここを2つ、次も3つ。ここで同じように1つと2つでもいいし、2つと1つでも大丈夫です。この部分で2つ植えれば大丈夫です。こっちは3つ、2つ、1つとか。で、こちら側ではこの形を見て逆にしても大丈夫です。ここがなだらかな半円になるようにしていきます。多少崩れていても大丈夫です。まず鎖一つで鎖の根元、私は今回ここを一つにして次を2つ。順番はどれでも大丈夫です。次も1つ増やして、ここを1つ、ここを2つ。適当で編んでも楕円形になります。で、ここからはまっすぐ。これはまっすぐの始まり。
まっすぐの終わりで、ここから3つ増やします。ここで2つにしたり、次を1つで、次また2つにして、次は1つで、順番通りにしなくても、ここを見て丸みを持たせたいところを2つにしたりして、大体で増やしていきます。順番通りに厳密に編まなくても、大体で楕円形は出来上がります。ここを1つにして、ここを2つ、で2つ増やしたところが少し丸くなります。次はまっすぐ、まっすぐの始まり、まっすぐの終わり、最後この細編み2つに1つ細編みを増やすので、細編み3つにします。私はこの部分を丸くしたいので、ここに細編みを2つにします。2つ、最後は1つで、ここは編まないで最初の細編みに引き抜きます。で、今引き抜いた糸、何周か編んでいくと分かりやすくなります。位置をつけておきます。次は4周目。4周目も細編みをここで2つ、こっちで3つ、ここで1つ増やします。例えばここを2つにして、ここを1つ1つ、ここを1つにして2つ1つとかで、大体で見ながらバランスよく増やしていきます。簡単に編んでいきたいと思います。まず鎖1つ、根元に細編み、1、2、私はここで1つ増やしました。次は1つ1つ、次も1つ増やして、次を丸くしたいので2つにしようと思います。1、2、最後は1つ。次からまたまっすぐ、
次からこの範囲で3つ増やします。ここで丸みを持たせたいので、ここで1つ2つ1つという感じで増やしていこうかなと思います。1、2、次は1つ、次またこの範囲で1つ増やします。ここに丸みを持たせたいので、ここを2つにしようかと思います。1、同じところ2、次は1つ1つで、またこの範囲で1つ増やします。私はここでここを2つにします。これで3つ増えました。次からはまっすぐで、最後はこの範囲で1つ増やします。で、私はここで丸くしたいので、ここを2つ、次は2、1、2、最後は1つで、ここには編まないで、最初の細編みこれで4周目で、5周目6周目も同じです。この範囲で2つ、この範囲で3つ、ここで1つ、全く同じように何周編んでも同じです。で、同じなのでもう編まないんですが、もうちょっとここだけ増やして終わりにしようかと思います。で、ここで引き抜いたところが分かりやすくなっています。一応もう1回だけ、ここでまた2つ増やします。だいたいこの範囲で大体で増やしていって、様子を見ながら丸みを持たせたいところに増やしていきます。鎖1つ、で、私はここに丸みを持たせたいので、ここに2つ、1、2、次はここに丸みを持たせたいので、ここに2つ、1、次は2つ、2、次からは1つずつ、
こんな感じでカーブを作ります。ここはまたまっすぐ、ここはずっとまっすぐ、同じ数だけまっすぐ編んでいきます。ここでは毎週3つずつ増やします。またまっすぐ、ここでは1つ増やします。これを何周も必要な数だけ編んでいきます。私は今回6周編みます。で6周まで編んでいきます。6周編んできました。長さは 35.5 センチぐらい。ちなみに高さは 8.5 センチぐらい。これで底が出来上がりました。次は側面を編んでいきます。まず鎖一つで細編み、後で分かりにくくなりそうだったらマーカー。次は覆い型を編んでいきます。足元2つ飛ばして3つ目、3つ目に覆い型長編みをします。同じところに長編みをあと4つ、全部で5つにします。これで長編み5つ、覆い型。次は細編み、足元2つ飛ばして3つ目、細編み、これで覆い型ができました。次も同じ、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、これで長編み5つ。次は細編み、足元2つ飛ばして3つ目、これを繰り返していきます。これを繰り返して1周します。ここまで1周してきました。これが最後の覆い型。最初の細編みに引き抜きます。次は2周目。まず鎖4つ。1
2、3、4。同じところに長編み。これで鎖4つと長編み1つ。次にさっきの扇形の真ん中、1、2、3、ここに細編み。次の細編みに扇形、長編み3つの扇形を作ります。まずここに長編み1つ、鎖1つ、長編み1つ、鎖、同じところ、これで長編み3つの扇形、間には鎖、長編み3つの扇形ができたら、扇形の真ん中、こんな感じで編んでいきます。また細編みに扇形、長編み3つの扇形、鎖、これで長編み3つ、真ん中に細編み、これで1周します。2周目の終わりまで来ました。今細編みを編んだところ、最初の鎖の根元、ここに長編み1つ、鎖1つ、最初の鎖の下から3つ目、1、2、3、上が2本、下は1本、これで引き抜きます。これでつながりました。今回この2周を繰り返していきます。次はこの長編み5つの扇形、さっきと同じ鎖1つ、根元に細編み、後で見分けにくくなりそうだったらマーカーで、細編みに長編み5つ、これで長編み5つの扇形、下の扇の真ん中、この長編みの上、細編み、でまた
次の細編みに扇形、長編み5つ、これを繰り返して一周します。で、ここまで来たら細編みに引き抜きます。引き抜いて次は鎖4つ。さっきと同じように編んでいきます。側面を26センチ編んできました。そこから測ると30センチ。今、長編み5つの扇形。最後にこの部分で終わりにします。ちなみに今、横幅は35センチ。模様編みの最後の段を編んでいきます。次はこの部分。今までは真ん中長編み1つだったんですが、ここを中長編みにします。この部分を中長編みにしたいので、鎖を3つ。1、2、3。根元に長編み。で、細編み。真ん中を中長編みにするだけで、あとは同じです。で、真ん中中長編み。一度に引き抜いて中長編み、長編み、鎖、中長編み、鎖、長編み、長編み、中長編み、長編み。これで一周します。これで一周します。スタートしたところまで戻ってきました。今、細編みを編んだところ、最初の鎖の根元に長編み、鎖、最初の鎖の下から2つ目、1、2、2つ目に引き抜きます。これで模様編みが終わりました。次は細編みだけ。まず鎖1つ、根元に細編み、次はこの鎖の下のスリット、ここに細編み、
次は長編みの上、細編み、次からもここ、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 ここと編んでいきます。まず長編みの上、スリット、中長編みの上、スリット、長編みの上、細編みで、またここ、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 これで一周します。細編みで一周してきました。次は鎖を編んでストラップを作ります。マーカーをつけます。まず平らにして脇にマーカーをつけます。で、数を数えて同じ数になるようにします。で、この面にマーカーをつけます。私はこのマーカーとマーカーの間が12センチ、脇は11センチ、均等になるようにします。ちなみに私はこのマーカーの間が19、ここは16、これはお好みでもう少し場所を変えても大丈夫です。私はこんな感じにしました。数を数えてちょうどいい位置にしていきます。最初に細編みから始めます。鎖一つ、根元に細編み、次もで、この脇につけたマーカーは必要がなくなるので外しておきます。で、このまま細編みをしていきます。このマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。マーカーのところにも細編み、次は鎖編み。この鎖編みがストラップになります。まず一つ目の鎖、一つ目の鎖にマーカーをつけておきます。後で小さくなって見分けにくくなるのでマーカーをつけました。次は2つ目、3つ目、4つ目、5つ目と編んでいきます。この鎖はあまりきつくなりすぎないようにしていきます。肩にかけるタイプにしたいので少し長めに編んでいきます。編みながら様子を見て数を決めていきます。鎖を50センチ編んできました。鎖の数は60個。私はこれぐらいにします。もうちょっと長めでも大丈夫です。最後の鎖にマーカーをつけます。ここも後で小さくなって見分けにくくなるので最後の鎖にマーカーをつけました。で、鎖がねじれていないか確かめます。
マーカーのところに細編みでつなぎます。この時の位置は鎖、針、長糸、この状態でマーカーのところで細編みをします。これでつながりました。次から一つに一つの普通の細編み、このまま細編みをしていって、で次のマーカーのところで鎖編み、ここと同じように鎖編み、ここでつないで、また細編み、同じ鎖の数を編んで同じように作ります。ここで引き抜いて、また次の段、ここまで一つに一つの細編みをしていきます。両方とも鎖を編んできました。鎖を編んでから細編み、ここで引き抜いて次の段、これが一つ目の鎖の手前、ここには鎖の出ている細編みがあって、その手前と一つ目の鎖、ここから糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。で、なだらかなカーブを作ります。まずここ糸を出します。次は一つ目の鎖、表でも裏でも大丈夫です。私は裏に針を入れます。で、糸を出して、これを一度に引き抜きます。これでなだらかなカーブができます。次から一つの鎖に一つずつ細編みをしていきます。次はここ、次もこのまま一つに一つの細編みでこの手前まで編んでいきます。反対側の付け根まで来ました。次はマーカーのところとここで2つを1つにします。こことここ、ここは鎖の出ている細編み、ここの両脇で2つを1つにします。まずこのマーカーをつけた鎖、ここから糸を出します。次はここ、一度に引き抜きます。これでなだらかなカーブになりました。次からは一つに一つずつ普通の細編みをしていきます。
のまま反対側までずっと細編みをして、またさっきと同じここから糸を出して、次はこの一つ目のマーカーのところ、こことここを一つにします。で細編み、最後はこのマーカーをつけたところとこことここで一つにします。でスタートしたところまで戻っていきます。細編みで一周してきました。糸を切って針で始末します。少し長めに糸を残して切ります。これが最後の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。これが一つ目の細編み。その隣に針を入れます。一つ目、二つ目、二つ目の手前から向こう。これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。下も通って裏に出します。これを整えてつながるようにします。大きさが揃うようにして、あとは裏で隠します。これでつながりました。最後にこのストラップの内側を細編みで一周します。一周すると見た目が整うのと丈夫になります。ここぐらいから始めていきます。鎖一つ、根元に細編み、次は角、こことここで一つにします。ここが今角になっていて、この両脇、こことここぐらいに針を入れていこうかと思っています。まずここ、次はここぐらい、で引き抜きます。次から一つずつ、まずここの端、ここの次はこの細編みの一つ一つに細編みをしていきます。このまま一つに一つずつ細編みをしていきます。
こでまた2つを1つにします。ここぐらいとここまで編んでいきます。内側の付け根まで来ました。またここで2つを1つにします。まずここから糸を出します。次はここから糸を出して2つを1つにします。まずここ、もう一つはここ、引き抜きます。次から1つずつこのまま細編みを続けます。で、ここまで来たらさっきと同じ針で始末します。で、つなげます。ここができたら反対側も同じようにします。これで出来上がりました。そこは広めで作っています。たっぷりとしたサイズになっています。ストラップは長めにしました。とても綺麗な模様になりました。サイズを測りました。上から下まで32センチ、横幅36センチ、ストラップは48センチ、使った糸は 320g。 こんな感じになりました。玉の数で言うと8玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。